今回は血のヘリ系を考察します。血のヘリ系は強力な固有戦技王朝剣技を使用できます。軸ずらしやディレイなどで素晴らしい性能を発揮する武器です。拡張性の高い神秘ビルドとの相性も抜群であり、誇張抜きで今までで一番考察が楽しかったです。魔術を併用する白金型。王朝剣技に磨きのかかる持久特化型。弱点である強靭を補える多特殊型。そしてとっておきのハイブリッド型。特に勝率の高かった4つのビルドをご紹介します。それでは考察に行きましょう。まずは白金の杖を併用する知神ビルドです。王朝剣技と各種スペルを併用しながら戦います。非常に見栄えのするスタイリッシュな立ち回りが可能です。
続いてスタミナを徹底的に強化したビルドです。初めて血のヘリ系を手に取る方に特におすすめです。高いスタミナだけでなく十分すぎる強靭と耐久力を備えています。ちょっと見た目がという方はここまでガチ構成にしなくても持久力50と緑亀のタリスマンを併用すれば格段に使いやすくなりますよ。今度は縦受けに特化した構成です。ステータス効率は悪いですが見た目性能がずば抜けています。お気に入りのファッションで決闘に挑むこともモチベーションの維持につながると思いますよ。ガード強度をさらに重視する場合は竜のタワーシールドを採用すると良いですね。
今回のビルド考察に要したプレイ時間はこんな感じです。決闘用ビルドの場合、短期間に集中して考察することが多いです。普段は10時間程度なのですが、2倍の時間を要した血のヘリ系は本当に奥が深い武器だと思います。ちなみに煽ってくるプレイヤーはかなり少数でした。ところで皆さんは煽ってくるプレイヤーはブロックしてますか？煽ってくるプレイヤーは上手い人かひたすら中戦法を使う人、あるいはその両方なので、ビルドの課題を発見するのに役立ってくれることが多いです。なので私は悪質なグリッチャー以外なら喜んでお付き合いしています。動画的にも美味しいことが多いですしね。ご参考になる部分があれば幸いです。今回のワンポイントプレゼンは以上です。最後にハイブリッドビルドを紹介します。これまでにご紹介したビルドの必要最低限を受け継いだ構成です。選択肢の多さが魅力であり、血のヘリ系の性能を最大限に引き出すことが可能です。強靭123以上で軽量武器の回転切りフルチェーンから抜け出すことができます。これさえなければもっとファッションの自由度が上がるのですけれどもね。再び地震ビルドを選択した理由は、王朝剣技に慣れている相手に対策するためです。ジャンプで避けられることはよくある話ですが、ごく稀に立ち筋を完全に把握している方がいらっしゃいました。魔術の危険を展開しておけば相手に負荷がかかるので容易には対処されないはずです。現環境でも上昇を狙っていける囚人の最適解ともいえるビルドが完成しました。